こんにちは、バーケンです。今回は相続した土地に残されていた木柱の処理に挑戦します。業者に頼むと5万円以上かかると思います。自分で何とかやってみることにしました。まずはチェーンソーで切ってみます。表面が油っぽいコーティングで覆われていて切りにくそうですが、なんとかいけそうです。実は相続をきっかけにチェーンソーを使い始めました。最初は全然慣れていなかったんですが、たくさん練習してそれなりにコツがつかめてきました。今回は少し切れ味が落ちていますが、無理やり回転数を上げて対応します。ちょっと雑な方法かもしれませんが、これが今の私のやり方です。切り方は追い口切りという方法で図のように切っていきます。正直姿勢があんまり美しくないですが、安全には気をつけて作業しています。普通はこの2倍くらいの速さで切れます。今回はチェーンソーの手入れをかなり怠っていました。次は水平方向に切ります。そろそろ映像に飽きる頃かもしれません。画面の右側にはこの後起きることを予告として表示しています。あと少しです。無事に切れると三角形の木片が出来上がります。図の赤線の場所を切りますが、ちょっと下すぎましたので、皆さんはもうちょっと上の方を切ってください。無事に切り終わりました。ドスンと倒れるこの木柱、100kg くらいありそうです。さて、この木柱を次はユンボで引き抜きます。まずはユンボで押したり引いたりして木柱が動くか試しています。ただやっぱりさすがにびくともしません。仕方がないので地面を掘っていくことにします。ちなみに過去の動画ではハイリフトジャッキを使った抜き方も紹介していますので、そちらもぜひチェックしてみてください。コロッと出てきた矢印の部分のゴミは父が埋めたものです。少し掘りました。これで再度押したり引いたりしてみます。私は普通にユンボに乗っていますが、相続してから資格を取得しました。土地の整備にお金を使いすぎてお金がなくなり、自分で土地の整備をすることにしました。このユンボはもともと父のユンボでしたが、使わないと思って人に売りましたが、今はお願いして使わせてもらっています。映像を見てわかる通り、私はただの素人で楽しみながら木柱を抜いているだけです。もちろんユンボがあれば誰でもこの木柱を抜くことはできますが、ユンボを借りるのにも費用がかかりますし、資格取得にもお金が必要です。さらにユンボを現場まで移動させるにも追加のコストがかかるので、なかなか気軽には使えません。業者に頼んで5万円以上するのは妥当な金額と思います。やっぱりダメです。次の作戦はワイヤーを使うことにします。ちなみにユンボで木柱を抜くのは今回が初挑戦です。抜けるとは分かっているんですが、
どのくらいの重さや感覚なのかが全然わからないので、試行錯誤しながら楽しんでいます。さて、どんな結果になるのかぜひ最後までご覧ください。ユンボが泥だらけになっていますが、実は相続した砂山を移動する作業の合間にここに来たんです。その砂山移動の作業の様子は別の動画でご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。迫力のあるシーンが盛りだくさんです。ワイヤーが切れたのではなく、フックに泥がついてしっかりはまっていなかったため抜けてしまいました。次はワイヤーからロープに変更します。これなら滑らないはずです。しかも新品なので安心です。実を言うと相続当初はまさか自分でユンボを使って作業するとは思ってもいませんでした。その頃は遺産を活用すれば片付けはなんとかなるだろうと楽観的に考えていたんです。ですが今振り返るとその考えは甘かったです。最初から全て自分で作業をしていれば出費をかなり抑えられるのは間違いないのですが、ただ当時は限られた時間の中で迅速に対応する必要があり、結果的に多くの土地を手放すことにもつながりました。やむを得ない出費だったとはいえ、常に今できるベストは何かを考え、できる限りの努力を行ってきたつもりです。ユンボの先端を一番上まで上げていってこれ以上上には上がりません。ロープをもっと下に巻くべきだったと思います。ところがうまくいきません。仕方がないのでチェーンソーで切れ目を入れる作戦に切り替えます。あれでオレンジのあれで、さっきみたいに今滑ったっけ？やった。今滑った？でも滑ったね今ね。そうやな。切れ目じゃないよね。切れ目合うといいんじゃない？それか掘るかやね。掘った方が早いのか。しかしここでトラブル発生。チェーンが外れてしまいました。チェーンを巻き直すのは正直めんどくさいので、ここはユンボに甘えてもう少し地面を掘ることにします。作業はまだまだ続きますよ。ここに何かがあって掘れません。後でわかるのですが、父が埋めたゴミです。
すごいすごいすごい。うわお。入っとるね。ああ、そうか。というわけで無事抜けました。本当は木柱をチェーンソーで切って実家に移動したかったのですが、チェーンソーの切れ味も落ちていて時間がかかりそうなのでやめました。映像は途中で終わりますが、この後地面を鳴らしました。先ほど地面に埋まっていたものはコンクリート柄でした。倒れたら危ないもんね。相続当初、父がゴミを埋めている土地があって、だから土地をタダでもいらないと言われていました。土地をタダで欲しいからちょっと大げさに言って私を脅していると思っていましたが、ゴミがあちこちで出てくるので事実だったんだと、父の悪いとこを見つめる、そんな相続になっています。おかしいもんね、こんなん。私の父、本当に面白いんです。ぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。